こんにちは、ゆうすけです。今回は新発売になりましたこちら RJM のマイクロラインミキサーを購入しましたので、こちらを紹介していきたいと思います。いわゆるこういったラインミキサーって今までですとハーフラックサイズの CAJ、CAE の製品ですとか、あとはこれの前のモデルミニラインミキサーとかがありました。今回は、さらに小さくなってペダルボードサイズに収まるような新製品として、登場した形になります。ラインミキサーといってもラックをよく使ってた方だったらこの動画を見なくてもどんなものかっていうのがよくお分かりかと思うんですけど、今の時代このラインミキサーをボードとかに入れて使い回すことってなかなかないんじゃないでしょうか。というわけでですね、このラインミキサーが一体どんな製品なのかというところですね、今回の動画ではですね簡単に誰でも分かるように紹介をしていきたいと思います。というわけで、今回の動画ではこのマイクロラインミキサーの各インプットアウトプットの仕様について、そして、比較的使用率の高い印象のある BOSS の MS3 を使っての、接続例、あとはこのラインミキサーをあえて用いないで直列でつないだ場合の音の変化とか、そういったところですね、今回の動画でレビューしていこうと思います。はい、というわけでまずは仕様の方から確認していきたいと思います。本体の右側面側にドライインからウェットイン1、2、3と4つのインプットがついております。左側側面にはバッファーアウト、ミックスアウト、そしてセンターに電源ですね。その左右にウェットレベルとドライレベルのノブがついています。基本的にはこのラインミキサーとパラレルのジャンクションボックスやスイッチャーとかを用いて併用して使う機材となっております。そして、このインプットとですねミックスアウト特殊な仕様になってまして、一見モノインプットモノアウトの仕様に見えるんですが、ウェットイン、そしてこのミックスアウトはですね TRS ケーブルによってステレオインステレオアウトということも、可能となっております。なのでもし、ステレオでインするアウトするっていうような方法で活用する場合には TRS タイプのケーブルを使って Y 字で接続をしていただければと思います。なるべくシンプルに紹介ができればと思いますので、ミズットジャパン様のホームページにありました組み合わせ例1を参考にですね、今回この MS3 のスイッチャーを使って空間系にはストライモンのエフェクターですね、こちらを併用しながらこのラインミキサーの接続を行っていきたいと思います。接続方法について解説をします。中心となる MS3 に、ギターはもう普通にインプットへインしています。で今回は、ストライモンのボランテとナイトスカイ、ディレイと、リバーブのエフェクターですね。この2つは MS3 のループ L1、ループ L2 に、接続しています。MS3 のセンドから接続はしているんですが、それぞれのエフェクターのアウトはこのミキサーの方のウェット1、ウェット2に接続するような形になります。こういう感じですね。そしてこの MS3 のアウトプット、このままアンプの方へ行くのではなくて、一度このラインミキサーの方のドライインに接続します。こうすることによって MS3 のドライの音、各エフェクターのウェットの音をここにそれぞれ入れて並列して最後ミックスしてアウトするっていうような流れになってます。ラインミキサーのミックスアウトですね。ここはアンプへのアウトプットになります。こちらが組み合わせ例1の接続例に一番近いような形になりますね。そしてこの時に大事な設定がありまして、このラインミキサーにつないでいるエフェクター、今回はこのストライモンのボランテとナイトスカイなんですが、こちらそれぞれキルドライという設定になっております。どういう設定かと言いますと、通常はエフェクターをオンにして、ギターを弾いたりすると弾いた音とそれに対してエフェクターというこの2つの音がプラスされて最後出力されるんですが、このキルドライの設定をしていますと弾いた音は出力されずにウェットの音、いわゆるエフェクターの音だけが出力されるような状態の今設定になっています。この設定はこういったラインミキサーを活用する上でかなり必要な、とても大事な設定になりますので、このラインミキサーに接続するエフェクターは必ずキルドライの設定にするようにお願いします。はい、今回は、分かりやすくですねお伝えできればと思いますので LINE で、録音をしています。歪みはこの MS3 のブルースドライバーを、今オンにして軽くクランチさせてます。
なぜ空間系をあえて分けて出すのか。並列にすることによってディレイとリバーブが別のルーティングでかかるので、それぞれの何て言うんですかね、特徴がより鮮明なまま最後出力されるっていうような印象ですね。エフェクターって頭からお尻までいろんなものをかけてって重ねてってなんていうんですか、相乗効果で一つの音が出来上がるみたいな使い方ももちろん味だったりするんですけど、あえてですねこういう空間系は別々のルーティングで並列にして出すことによって、それぞれの何ていうんですか、特徴はしっかりと残したまま、明瞭なはっきりした音色を艶を残したまま最後に出力するってことがこのラインミキサーを使うことによって可能となっています。空間系の中にいるギターのコード感っていうのがすごく分かりやすく残ってくれてる印象ですね。次はこのエフェクターの設定はそのままにして、あえて直列でつないでみようと思います。はい、いかがでしょうか。なんかさっきより音が少しなんていうんですか、ウェットのレベルが落ちたんですかね。もうちょっと細いとは違うんですけど、全体的に少しトーンというかなんか輪郭のくっきりした感じが少し落ち着いたような印象ですかね。やっぱり直列は直列でも結構味があっていいですよね。ディレイとかの余韻に最後までリバーブがかかってくれる感じとか。やっぱりこれは直列にしかない味だなと思います。やっぱりエフェクトの全体的なノリっていうんですかね、ここがすごくなだらかになったなっていう印象で、さっきの並列にしている時の方がよりそれぞれの持ち味というか音が際立ったような印象でしたね。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回は新製品のマイクロラインミキサーをレビューしてみました。これを用いることによって直列では得られない質感というか、空間系を特に意識している方なんかですね、並列での音作りなんかもすごく楽しめるんじゃないかなと思います。直列は直列ですごく馴染みがいいというか、なだらかな音になった印象があったので、これはこれでやっぱりすごくいいですね。並列ならではの音色、音作りも楽しめたりするので、ぜひ気になった方はチェックしてみてください。並列の方が、直列の方がってもし好みがありましたら、ぜひコメントして、教えていただければと思います。というわけで、斬新レコーズでは、これからも最新機材の方、たくさんレビューしてアップしていきますので、最新の動画を見逃さないためにもチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは。